富士スピードウェイが持つ日本屈指のロングストレートでチューンド R35 が一体何キロ出せるのか。この単純な命題にドライバー、チューナーメーカーが威信をかけ命を張って挑む最高速トライアル。富士マックススピードチャレンジ。今回の舞台は今年で5年目となる HKS プレミアムデー。ショップのデモカーや最新パーツの展示、オーナーズミーティングやトークショーなどなど、見て乗って楽しめる車好きのためのイベントだ。今日ここで一体どれほどの記録が生まれるのか。今日はですね、今日の目玉は R35 の、スピードマックス。今ね、トラストが323キロっていう記録を持ってます。なるほど。それをね、この H ケースがついに本気になりました。破る気が来た。破りに来ました。正直言ってあんま良くないですね、コンディションはね。ちょっと雨がポツポツ来てますが、なんとかね、トラストの記録を抜きたいですね。330ぐらいいっちゃうんですか。行きたいですね。もうね、320そこらからの1キロ上げるのは5馬力10馬力じゃ上がんないでしょ。進まないよね、前ね。もうね、やっぱりだいぶ空気の壁が邪魔するから。330キロちょっと見てみたいですね。見たくないけど見てみたいですね。楽しみです、はいということで今日は張り切っていきたいと思います、まずは湾岸チューナートップシークレット。セッティングを重ねた1000馬力を超えるモンスターエンジン。その馬力に対応するためにトランクに電動ファンとともに燃料クーラーを設置。リアバンパーの中にはミッションクーラーとデフクーラーも装備。このランガーマシンのハンドルを握るのは菊池康。体は小さいが肝っ玉は太いこの男が初っ端からどでかい仕事をやってのける。というところですから若干タイムを縮めてきましたが47秒台に入りませんと 2W に肉の争いにはトップには戻り出ることができません。なんとトラストの記録をあっさりと上回る325キロ。ではオンボードでもう一度。この記録にスモーキーもホクホク。命をかけて見ました今度はリリークソックが出しそうです。はい、もういいです。離陸してもこうなったらもう今ちょっと麻痺してます続いては関西サービス。今回は熟成が進むサーキットスペックではなくオーナードライバーに一番近いレベルということでブーストアップ仕様を持ち込んだ。アタッカーは今回の出番がこの1台だけのオリド。どうやらオーバー志向が強すぎてコーナーでまともにアクセルを開けられない。しかしオリドのフィーリングとは裏腹にまずまずのタイムをマーク。オーバー。車がどこ行ったの？そんなケツが出る。なんだろう。もうね、ちょっとでもロースに体重残ったらケツが出るの。お次は HKS テクニカルファクトリー。カナードとリップスポイラーがやる気を感じさせる攻撃的なエクステリア。これまでの GT600 キットから800にスケールアップした心臓でどんな記録を出すのか。ドライバーは新記録請負人谷口。イベントの5日前に行われていたテストでも好タイムをマークしておりポテンシャルは十分。しかしタイヤを温めいよいよこれからアタックって時に
なんか吹けなくなってパイプ抜けみたいな感じの症状。チェックの結果、タービンブローであることが判明。残念ながらアタックすることなく、ここで出番を終えた。西の重鎮前川泰地率いるエスプリ。800馬力オーバーで記録を狙うが、ここにも不運が訪れる。ドライバーは GT で折戸とコンビを組む青木。コースインして間もなくマシンに異変が。何か吹けなくなったぞと思ったら、おい、マフラーからファイヤーしちゃったんじゃんよ。しかも発火というより燃えてる感じ。これはやべえかもと思ったら、今度は白煙もくもく。まるで煙突のように煙を吐きながら、そのまま力なく徐行。ピットまでなんとか自走でたどり着き、マーシャルがお出迎え。煙はマフラーからだけで、ドライバーも無事。調べた結果、テクニカルファクトリーに続き、こちらもタービンブロー。アタックすることなく、ここで店じまいとなってしまった。そして今回主役級のインパクトを残したのがこちら。今回は少しでも伸びれば。なんか変えたことタービンとか、あとインジェクターとかいろいろ変えました。ドライバーは続けて青木。アンダーは強いが、足の動きはよく、エンジンも軽快に吹き上がり、タイムはまずまず。6というベストタイム、ガレージアンダー46秒4という。リアのトラクションが全然ない。加速の時にやっぱりトラクションが必要じゃないですか、パワーあるから。その時にリアがすぐこう引くだけになっちゃう。この青木の言葉を受け、リアのエア圧を下げ再アタック。このコースインの直後、信じられないアナウンスが会場に響き渡る。八幡のマシンがタイヤが外れて、ストップしてる。今映し出されたのはガレージ八幡のマシンだ。300R のアウト側だ。一体何が起こったのか。おいタイヤが飛んでんだぞ。嘘。車体から離れ何十メートルも一人旅したタイヤくん。現場に到着した森田さんの目の前には、変わり果てた姿の GTR。ないんですよ。アルミのナットが熱膨張で緩み、ガタが出たところで一気に抜けてしまったらしい。ホイールについた傷がいかに激しく暴れたかを物語る。森田さん曰く、警合金のナットでアタックはいかん。いやー、怖い思いをしました。どうなっちゃったんですか。かなりいい衝撃映像が撮れたんじゃないでしょうか。300R の、1個目のミニコーナーのとこで、多分5速入ってるとこぐらいかな。いきなりタイヤが取れてでタイヤが飛んでったよ
死ぬかと思ったマジで。コントロールは大丈夫だったんですか？一応タイヤ3つついてたんで、残り3個でなんとか。すごい経験です。これ本当ね、危ないよ本当に。本当にね、命の危険を感じるね。楽しいけど、はい。なんとか生きて帰ってこられました。鳥を飾るのは HKS GT800 キットを超える実測で1050馬力の仕様。トラストとトップシークレットを超える新記録樹立は至上命題だ。ハンドルを握るのはもちろん谷口信輝。ライトオンでやる気満々。おいおい、ちょっと突っ込みすぎなんじゃねえかと思ったら案の定。記録はトップシークレットにコンマ7キロ足りない325キロ。ブレーキの問題じゃなくて車が止まっていかない、多分タイヤの問題かなんかだと思うけど、車速も出てるからかもしれないけど、俺が決めてるところまで行くと止まれないわっていう。1度目のアタックでトラブルはなし。天気を考えれば次が最後のチャンスだ。出た！トップシークレットをコンマ4キロ上回る326キロ。では谷口渾身のアタックをオンボードでどうぞ。逆転なんとかこの後抜かれませんように。結構突っ込んでましたね。ちょうどギリギリ止まれるギリギリだったよ。この記録を聞いたヤスは、はい、さらに上を目指します。最高。もうなんか今ちょっとおかしいモードになってる。最後のアタックでヤスが男を上げるか。300キロから伸びる加速力と、それを最短距離で止めるブレーキ勝負。技術に裏打ちされたチキンレースの結末は。HKS の記録は326.1。結果は、ヤスの決死のアタックもわずかに及ばず、無言のスモーキーからは悔しさがにじみ出る。さあどうやら現在2番手のバレージと高さ 44GR4426.7。やりましたね、谷口さん。やりましたね。記録更新。なんとかね、トラストの速度を抜いてやりましたよ。やっぱりね、HKS プレミアムデーに HKS がやっぱりナンバーワンの記録を出すっていうのがやっぱ谷口さんのすごいところであって、いや、とりあえず本当ね、良かったですよ。やっぱね、HKS 本体が負けるわけにいかないじゃないですか。でラップタイムも良かったですもんね。ラップタイムもね、去年のは更新しまして1分45秒58。確かに2年前は300キロを超えたらもうすごいみたいな感じだったじゃないですか。
で去年1年前のこのハイパーミーティングの時に311キロ、その時やべえだろって言ってて、今年はなんと326キロ、これね年間15キロ上がりましたからね、今年ね。年間16キロ上がってるわけですよ。ということは単純に考えても来年は来年340キロだ。そういうことになりますよね。340キロで、本当あと2年後には355キロ、3年後には370、4年後には385、5年後にいよいよ400キロ。いやー、というわけでね、ぜひですね、来年の HKS プレミアムで、これはね、確実に HKS はね、今年の記録をね、大幅に上回ることをかなり考えてるでしょうから、ぜひ来年も楽しみにしてください。谷口が星になる気持ちがとどまることを知らない R35 の進化、次は何キロ出るのか。